皆さんこんにちは。セガの中です。本日この会場でドリームキャスト第1弾ソフトを発表する運びとなりました。今日は1万5000人の皆様に新しいセガを見てもらいます。今回は会場に来れなかったセガを応援してくれている皆様にもビデオという形でこの一大イベントを体験していただこうと思いました。ぜひあなたの目で新しいソニックをご覧ください。そしてぜひドリームキャストを応援してください。それではお席にどうぞ。皆さんおはようございます。普段はゲームの制作発表会っていうと非常に限られたマスコミの人たちだけにお見せするんですけど、こんな素晴らしいもんならもっと大勢のお客さんに見てもらおうということで、セガとしては初めての試みなんですが、こういう大きい会場で、皆さん方にお見せするということになりました。これからの発表会で十分に楽しんでください。それではソニックアドベンチャー制作発表会をスタートしましょう。行うもの、そは7つの混沌。混沌は力は心によりて力なり。皆さんこんにちは。本日はソニックアドベンチャー制作発表会へようこそお越しいただきました。ここからの進行は私クリス・ペプラーと浜谷優子でお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、皆さんももうご存知の通り、セガの最新ゲーム機ドリームキャスト発表となりましたよね。そうなんですよ。先ほどね入間尻社長からもお話がありましたように、最高のグラフィックス、最高の音質、そして通信機能など、本当に今までにはなかったゲームマシンとなっているんですよね。そうなんですね。最高のゲーム機には最高のゲームソフトということで、このドリームキャストの第1弾ソフトがこのソニックアドベンチャーなわけですが、本当に素晴らしいソフトが誕生いたしました。皆さんも早くね見たいと思うんで、早速お見せいたしましょう。全世界で1400万本以上の売り上げを記録したソニックシリーズ、その最新作ソニックアドベンチャーがついに登場する。ソニックアドベンチャーは世界を代表するソニックチームがドリームキャストの全ての能力を引き出して作り上げた最高傑作である。128ビットだから実現できた、かつて体験したことのない世界。夢と友情と冒険に包まれたロープレのような壮大なストーリー。 3D になってますます冴え渡るハイスピードアクション。ソニックアドベンチャーはいわば超スペクタクルハイスピードロールプレイングアクションと呼ぶことができるだろう。それでは早速ソニックの世界へと冒険の旅に出てみよう。ソニックアドベンチャーには3つのワールドが存在する。近代都市ステーションスクエア、大自然のジャングルミスティックルーイン、空中要塞エッグキャリア。そしてこれら3つのワールドに数々のアクションステージが連結している。ソニックアドベンチャーのゲームワールドは今までにない広がりで果てしない冒険を君に約束する。冒険をするのはソニックだけではない。
テイルズ、ナックルズ、エイミー、そして今回初めて登場する新キャラクター E102 ガンマとビッグ。プレイヤーはこれら6人のキャラクターを使い6つのアクション、6つのストーリーを進行していく。キャラクターたちは途中出会い、別れ、時には反発し、時には協力しながらその友情を育んでいく。そして6つのエンディングを迎えた時、エメラルドに秘められた謎が解き明かされる。またサブキャラクター人工生命体 A ライフはさまざまな姿に成長させることが可能。さらにそれはドリームキャストに接続できる新形態ゲーム機ビジュアルメモリで外に持ち出すことができる。ソニックアドベンチャーの冒険の世界はもはやブラウン管を離れたところまで広がっているのだ。以上がこれまでのアクションゲームでは実現できなかった革新的なゲームシステムの全貌だ。そしてソニックアドベンチャーはそのステージを未来基準へと高めていく。いや浜谷さん大変なことになってますねこれね。そうなんですよ。もう本当にすごいゲームが誕ねこれ生しました。一つのゲームソフトですからね。そうです。ものすごいものがあるわけなんでいかすけども。がでしょうか。さて、皆さんもねこのソニックアドベンチャーもっともっと、知りたいとお思いじゃないですか。そうですよね。そうだと思います。はいありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということですね、この超スペクタクルハイスピードロールプレイングアクションゲームソニックアドベンチャーについて詳しくご紹介していただく方をお呼びしているんです、ソニックアドベンチャーの生みの親とも言うべき、もう皆さんねソニックファンならもうご存知の方だと思います。ソニックプロデューサー中裕二さんです。Producer of the Sonic Team, Mr. Naka! プロデューサー of the Sonic Team, Mr. Naka! Ladies and gentlemen! はい、ということで改めてご紹介しましょう。ソニックアドベンチャーの生みの親、ソニックチームプロデューサーの中さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくよろしくお願いします。はい、じゃあまず中さん、このソニックアドベンチャーを制作するにあたってですね、はい、その熱い思いを、まずは語っていただけますでしょうか。はい、わかりました。このソニックアドベンチャーはですね、シリーズとしては4年ぶりになるソニックチームの最新作です。で、これまでソニックはゲームとしても映像としても時代の最先端を行かなければいけないと考えていましたが、ドリームキャストに触れた時にですね、私は一つの確信を持ちました。これで思い描いていたデジタルエンターテインメントの未来基準を皆さんにお見せすることができるなと。それが現実になったのが今日であり今なのです。このゲームにこうリアリティを持たせるために、なんと今回、なんと中さんなんかは中南米の方まで取材旅行に行かれたという噂聞いております。はい、そうです、中南米の方まで取材旅行に行ってきました。で、この時の目的はですね2つありました。ソニックアドベンチャーのメイン舞台であるジャングルと遺跡に行ってですね、まず冒険を肌で感じるということです。そしてもう一つはドリームキャストの表現力を生かすために資料としてビデオやカメラなどを持っていってですね、いろいろな素材集めをしてきてソニックアドベンチャーの世界をよりリアルに描こうということでした。あくまでもお仕事ということですよね。もうこれはもう全然わさび抜きでしょ。抜きですよね。過酷な状態の中をかなり過酷だったと思います。そのあたりのことね、実はメイキングビデオとして皆さんまとめてありますので、ここでちょっとご覧いただきましょう。これは新しいソニックを誕生させた
熱い男たちの物語である。ソニックチーム物語。ここソニックチームでは今日も皆思い思いの新ソニックについて考えていた。ソニックに足りなかったものはラブ。今度のゲームはソニックラブストーリーだ。もっとキャラを魅力的にしたいよね。こういうリアルなソニックはどうでしょう。これをな、こうして振りかけるとソニックトニックみんな何をやってるんだ。ソニックはアクションに始まりアクションに終わる。今こそこの原点に帰るんだ。そんなこと言っても今のゲーム機じゃやりたいことが表現できないっすよ。これを見ろ。ドリームキャスト。おお、すげえ。みんな俺についてこい。かくしてソニックチームの冒険の旅は始まった。新しいソニックのメイン舞台、古代遺跡を探求する旅に。そしてまず一行が目指したのはメキシコユカタン半島である。マヤ文明発祥の地チチェンイツァはメキシコ最大の遺跡。そびえ立つピラミッドに登る一行はソニックの新しい冒険を予感せずにはいられない。地底湖の美しさに見入られトゥルム遺跡へと向かうソニックチーム。カリブ海に面した遺跡が彼らに与えた衝撃は一体どんなものであっただろう。さらに一行はその足を伸ばしジャングルを越え新たな遺跡へとたどり着いた。ガテマラのティカル遺跡である。神殿から見下ろすその景色の中に彼らは新しいソニックの舞台を見つけ出した。ありの道が、うわ、喧嘩してる。旅の道中にはさまざまな危険も待ち受けていた。その中でもうわすげえ。巨大タランチュラとの遭遇はまさに命がけであった。コウモリの館は苔で覆われた迷路のような遺跡。これもソニックの冒険には欠かせない要素だ。そしてセスナに乗った一行はあの有名なナスカの地上絵を目の当たりにする。うわ、ゼビウスだ。ゼビウスではない、ナスカの地上絵である。ペルーの町クスコ、かつて栄えたインカ帝国の首都である。標高 3400 メートルのこの町をさらに登ったところに遺跡は存在した。しかしここでハプニングが起きた。プログラマーの片野が高山病でダウン。酸素ボンベでその場をしのいだがチームの疲労度はピークに達していた。それでも旅をここで終えるわけにはいかない。さらに高山部に潜むあの目的地へと向かうソニックチーム。ソニックチームを乗せた登山鉄道は山の頂へと走り出したのである。透き通った空気と真っ白い雲に覆われた城塞都市マチュピチュ。切り立った緑の山に存在する空中都市はまるで美しい幻のようではないか。こうしてソニックチーム一行は数々の壮大なイメージを作り上げその冒険の旅を終えたのであった。いやー、イメージ湧いてきたよ。世界を舞台にしたソニックの大冒険だ。あれこれ仕事だったっけ。おいおい頑張れソニックチーム。
常にダイナミックなカメラワークなんで、あれはデモでもなんでもないわけですね。そうですね。実際のこれは本当に実際のドリームキャストでプレイしている画面を撮ったものです。自分の家でも画面が見れるということですよね。そうですね。はい。そしてもうすでにゲームの方はこれはちょっともう中の方見てるんですけど、私結構こう 3D のアクションゲームというとどうしてもね道に迷いがちなんですけれど。そうですよね。本当に、そうなんですけども、ソニックはスピードによる爽快感を感じていただくことが最優先ですので、道に迷ったりすることのないようにカメラワークを工夫しています。工夫っていうのは具体的に言うとどんな感じですね、ですか？地形に応じてですね、自動的に最適なカメラに切り替える工夫をしています。3D のゲームですと歩いているうちにどこへ行けばいいのかわからなくなってしまうんですけども、ソニックでは常に行くべき方向が画面に映るように設定しています。また高いところでは緊張感を演出するために上から下を見下ろすようなカメラになったり、ループなどは気持ちよく走れるように横から映すカメラになったりと、ダイナミックなアクションを演出する役割もあります。それならこうアクションゲームがちょっと苦手だなっていう人でももうすぐに楽しんで遊べますよね。そうですね。本当に誰でもできるように。ですごいやっぱりディテールが細かいですよね。この風景とかものすごい処理速度といいますかね、すごいのがかりますよね。下はあれ溶岩ですよね。はい。続いてこのステージ変わりましたけど、これは何なんでしょう？これはミスティックルインとロストワールドです。ここはストーリー的に今回の作品の中心となる遺跡のステージです。旅行中は数々の遺跡を取材したんですけども、その中でも最大規模の遺跡ガテマラのティカルをモチーフに世界を構築しました。実際の遺跡をカメラで撮影してそのデータを加工して使用してますので、想像を超えたリアルな世界観を描けたんじゃないかなと思っています。さっきメイキングビデオで見た世界観が本当にもうそのまま生かされていますよね。もう石垣の一つ一つまでもすごいリアルなんですけど、このリアリティがアドベンチャー感を盛り上げてくれるわけですよね。実際のだからテクスチャーなんですよね。実際のその遺跡の、本当にここに行ったような気分になりますよね。で今度はこのステージは、これはスピードハイウェイですね。今テイルスがプレイ中ですね。これはテイルズっていうのはその6人のキャラクターの中の1人ということですけどね。そうですね。はい。それぞれのキャラクターにはそれぞれに違ったストーリー、違ったエンディングがあります。そして何よりそれぞれのキャラクターが全く新しいゲーム内容になっているんです。飛んでますね、テイルズね。今なんかすごい可愛い女の子がモグラ叩きをやってますね。やってますね。これは結構6人のキャラクターみんなゲーム内容も少し違ってくるわけですよね。はい。先ほどの映像にあったテイルスはソニックとの追いかけっこがゲームの目的で、このエミーは追いかけてくるエッグマンのロボットから隠れるようにして逃げるのがゲームの目的です。この E10 ガンマはアクションシューティングです。赤外線の照準レーザーを使って一度にたくさんの敵をロックオンして破壊することができます。そしてこれはナックルズですね。ナックルズはレーダーのヒントを頼りにフィールドに隠された3つのマスターエメラルドのかけらを見つけ出すといういわゆる宝探しがゲームの目的です。で最後にビッグですけども、彼は釣りがゲームの目的です。釣りをやるんですか？そうですね。突然失踪してしまった友達のカエルくんを今映ってるそうですね。それを釣りを使って探し出すという内容です。でこの巨大なこれがエグキャリアと書いてありますけど、要塞の飛び要塞という感じですね。そうですね。これ今回エッグマンが作った巨大要塞です。物々しい、まさに悪の要塞という感じですけどね。そしてこれがトルネード号という飛行機の変形シーンです。このトルネード号を使っての 3D シューティングのミニゲームもあります。そういうミニゲームなんかもあったり、さっきのモグラ叩きもあったりと、本当にいろいろなゲームの要素が詰まっていました。これが今そのミニシューティングのゲームですね。これは本当に先ほどのエッグキャリアに向かってトルネード号が突き進んでいく。これもなんかすごいリアルな画面ですよね。すっげえ盛りだくさんですよ、はっきり言って。盛りだくさんでこれ一生かかっても遊びきれないんじゃないですか。これは何ですか、この可愛らしいやつは。これはですね A ライフといってアーティフィシャルライフ、人工生命のことです。96年に発売したナイツで初めて A ライフを導入し、今回はそれをさらに進化させました。彼の名前はチャオって言います。チャオ。今度そういうチャオっていう風に呼んでいただければいいなと思っています。無限のパワーを秘めた石、7つのカオスエメラルド。遥か古の昔より幾多の喜びと悲しみを目に、そして今また因果は巡る。Hello everybody! My name is Sonic!
ソニック・ザ・ヘッジホッグだ。とにかくじっとしちゃいられない。誰も追いつくことはできないぜ。ある日俺は街で謎の液状生命体と出会った。カオスっていうのかこいつ。どうやら悪の科学者ドクター・エッグマンが1枚噛んでるらしいな。はあ、面白いことになってきた。エッグマンの思い通りにはさせないぜ。どうだ、俺についてこられるか。俺はソニック、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。僕はマイルス・テイルス・パワー。機械いじりが大好きで、性格はちょっとおったりしてるかな。ある日、カオスエメラルドを動力に使った新型飛行機のテスト飛行中、エメラルドのパワーが強力すぎて飛行機は墜落しちゃったんだ。でもそこを助けてくれたのが僕の憧れのソニックだった。昔いじめられっ子だった僕を勇気づけてくれたソニック。よーし、ソニックと一緒にカオスエメラルドを探すんだ。今度は僕がソニックを助ける番だからね。俺はナックルズ在キドナ。物心ついた頃から理由も知らずマスターエメラルドを守り続けている。他のことは関係ない。俺にとってはそれが全てだ。しかしある夜、一条の稲妻がマスターエメラルドを砕いた。そして中から謎の怪物が出てきたんだ。なんだこいつは。許すわけにはいかねえが、それより飛び散ったマスターエメラルドを回収する方が先だ。そしてマスターエメラルドを集めるたびに俺は不思議な光景を見る。このマスターエメラルドには大変な秘密があったんじゃないか。私エミー・ローズ、元気でラブリーな女の子。ある日街を歩いてたらドクター・エッグマンの飛行要塞ビッグキャリアが襲ってきたの。そこから逃げてきた小鳥さん。やったー、エッグマンの繰り出したロボットが小鳥さんを狙って追いかけてくる。よーし、私に任せなさい。絶対あなたを守ってみせるから。 E102 コードネームガンマ。ドクター・エッグマンに作られたロボットだ。ドクター・エッグマンはマイマスター。マスターの命令は絶対だ。邪魔するものは破壊。青いハリネズミは敵だが、本当にこれでいいのか。私のなすべきことは本当にこれでいいのか。僕、猫、ビッグ、大好きな親友のカエル君と一緒にゆっくりのんびり釣りしてるのが大好きだけど、ある夜大きい音で目が覚めたらカエル君がカオスエメラルドを飲み込んでどっかに行っちゃうんだ。どうしたの？どうして行っちゃうの？ちょっと待ってよ、カエル君。ソニックどもよ、わしがこの世に並ぶもののない天才科学者ドクター・エッグマン様じゃ。見たか、これこそがカオス。カオスエメラルドを与えるたび強力に変身していく怪物だ。こいつを使って街を破壊し、そこにエッグマンランドを建設してくれる。破壊じゃ、破壊じゃ。ソニック、お前にカオスを止めることができるかな？6人の冒険の末、ソニックアドベンチャーは真のクライマックスを迎える。
立ち向かうソニック。7つのエメラルドが1つになるとき、奇跡は起きる。ソニックアドベンチャー。実はですね、ここに集まってくださった皆さんに素晴らしい企画があるんですよね、中さん。そうなんです、今日ここに集まっていただいた皆さんの声を録音してですね、ゲームの中に入れようという企画です。ワン、ツー、スリー、ソニック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 
いかがでしたでしょうか。ソニックの新たなる世界、我々は現在ソニックアドベンチャーを少しでも面白いものにしようと全力で制作しています。そして年末、皆様の部屋でソニックが大暴れします。最後に会場ではお見せできなかった未公開映像を特別に少しだけお見せしちゃいます。それではソニックをよろしくお願いします。ありがとうございました。みんなどうやって入ってるんだって聞くんですけど、みんなこうダクトがついてるダクトの中通っていくのかって言われるんですけど、実際はダクトポッと外してですね、なんていうの、風船の口こうやって手で開けてもらって、そここうやってハッて入るんですね。なんかこれ皆さんご覧になってますよね。これ実際の全部ドリームキャストなんですよ。この中に実際の CD が入って、ここに今本当にこれをこう閉めて実際に動いているものです。全てがこれもそうですけど、試作機でゲームをお見せできるようになって、最初は間に合うかどうかギリギリだったんですけど、なんとか間に合って実際のドリームキャストで皆さんにお見せすることができて、本当に良かったなと思ってます。